戦国時代、それは室町幕府の権力が急速に衰え、全国各地に戦国大名が軍医を割拠していた時代。戦乱によって多くの民が犠牲になっていたのです。美濃という地に一人の姫がおりました。はっ！参りました姉上。情けないの喜平次。申し訳ありません父上。姉上が強すぎるのですよ父上。喜平次、油断しましたな。次はどなたがお相手を？父上様。槍の名手と言われたこのわしが娘に負けるわけにはいかんからの。ご謙遜を。いやいや、わからんぞノードーク。いかにも姫様にはまた腕を上げられまして。来い。いざ。脳が男であったらのう、蓑の血をそっくりくれてやるのだが。喜平次に孫四郎、それに兄上もいらっしゃいましょう。義達か。月より。まことに惜しい。僧侶から油売りの商人へ、さらに主を追い落として武将になり上がった下克上の人斎藤道三、別名マムシの道三。彼が治める美濃は現在の岐阜県南部にあり、隣接する尾張は織田信秀、駿河には今川義元、甲斐に武田信玄、そして越後に上杉謙信と名のある武将が各地に城を構え、戦と和平を繰り返す戦国の世でございました。縁だ濃姫に。織田家家老平手正秀から内々に申し入れがあった。まさか信長殿ですか？尾張の大付とあざけられるあの。うつけとは申せ、いずれ織田を継ぐ男だ。織田とはまたいつ戦が始まるか。そうなったら姫は。外の敵と戦う余裕がなくなってきた。義達がこの城をやこのわしの首を狙っておる。兄上が？あやつは死んだ母にいて考えが甘いからの。わしを倒せばそっくり美濃が手に入ると考えておる。いくらなんでも大殿に向かってそのような。とにかく今は義達の動きを抑えるために織田と結ばねばならん。鏡野、こなたも脳とともに尾張へ参る。常にわしに報告をするのじゃ。はい、父上。異論は聞かんぞ。異論など。ただ脳にはまことのことをお告げください。もしやうつけゆえ嫁がせるのでは。
何？うつけが織田家を継いだ時こそ父上が攻め入り尾張一円を手に入れる絶好の機会。そのために脳を送り込む。違いましょうか？こなたには嘘は言えんわ。いかにもわしはいずれ終わりを取る。こなたもその覚悟で嫁ぐのじゃ。よいな、濃姫。こうして敵地尾張へ嫁ぐ準備が整えられました。またじゃ。小野。兄上。明日嫁入りと聞いての。それでこの城に来てくださったのですか？母は違ってもこなたは可愛い妹だからの。嬉しゅうございます。哀れよの。こなたが人質となっていようとあの男は構わず尾張に戦を仕掛けよ我らが父上ではありませぬか。こなたにとってはな。だが俺にとっては違う。どういう意味だ？父でなければお前にとってこのわしは一体何者ぞ。義達、答えんか。私の母三好野はこの城の正当な城主時氏の側室であったとか。いかにも。わしは時氏からこの城と三好野を同時に奪った。その時母はすでにこの私を身ごもっていたという噂が。兄上。だとすると私の父はマムシの道さんではない。この城を追われた時氏ということに。ならばどうする？父の敵とこの足を打ってみせるか。頼みのを奪い返してみせるか。やめてください兄上。相手になるぞ。脳は明日嫁ぐのですよ。達者でな。兄上になぜあのようなことを。所詮刀は抜けぬ。あれはそういう男よ。父上。のう、こなたにな渡すものがある。わしが指図したらこれで信長を指すがよい。マムシの子は生まれる時に親の腹を食いちぎって親殺しをして出てくるという。殺さなければ殺される。その強さなくてこの戦の世は生き抜けぬぞ。
約束はできませぬ。必ず信長殿を指すとは。何だと。夫として仕えるうちに愛情が湧くやもしれませぬ。父上に油断があると見たら夫に勧め、この美濃を攻めさせるやも。この刀、父上を刺す刀となるやも。脳はマムシの子にございますから。よくぞ申した。これでわしも不意がらずにこなたを嫁がせられるわ。その頃、織田信長の父信秀が治める隣国尾張では、どうだ権六。信長にくれてやった名古屋城もよいが、この末盛城も住みよい城になったであろ大殿、その信長様ですが。あのマムシの道さんの娘を嫁にもらうのだ。あやつも落ち着こう。恐れながらこの柴田権六にはとてもそうは。一族から領民まで嫌われている信長様が嫁をもらったくらいで変わられましょうか。またその話か。順から言えば信長様が家督を継ぐが当然ですが、後々のことを考えれば家督は弟の信行様に。信行の確かに皆に慕われてはおるが。おお、岩室岩室岩室岩村わしによう似てきたの。はい、大殿様。大殿は今日も末盛城かの？ええ。あちらの城には岩室殿とお子もおるしの。母上焼いておられるのですか？そんなことより信行殿、家督の件権六も申しとったが。私は兄上と家督を争う気などありませんよ。じゃが人には器というものがあっての。信行様、どうだござい。いかいお待たせをして。信長殿は？さて、いずこへ参られましたものやら。明日の婚礼の取り決めをするのではなかったのか？それゆえ我らもこうして。申し訳もござりませぬ。それで濃姫の新居はもう？それは、もちろん新しく普請いたしております。腰元は誰をつけてやるのです？あ、そうじゃ、雪乃がよい。あれは賢い女子じゃ。誰ぞ雪乃これ。母上、平手殿にお任せなされ。美濃からの嫁に尾張の城はこんなものかと現れては悔しゅうございましょう。お呼びでございましょうか。これ。雪乃、こなた明日から濃姫に仕えよ。
斎藤家の娘じゃ。決して心を許さずおそばを離れず、不穏な動きがあればすぐわらわに。織田家、斎藤家ともに家中にさまざまな思惑をはらみながらの縁組でございました。寂しくなりますな、姉上。二人とも槍の稽古にお励みなさいませ。はい、どうかお気をつけて。ところで殿は？西より急な知らせが参ったそうで。娘が嫁ぐという時に父上との別れはもう済んでおりますから。では母上、私はこれで。お待ちなさい。心細い時はこれを私と。母上、脳が安らかに生きられるように祈っております。この戦の世ですから、どのような世であろうとこの幸せを祈らずにはいられぬ。それが母というものじゃ。幸せにな。母上もお元気で。お泊まりください。そこは美濃と尾張を分ける川。二度と戻れないかもしれないふるさとでございました。どうした？何をしておる？はよ来るか。水はまだ浅いぞ。はよ来い。何をしておる？何か見えましたか？闇じゃ。真っ暗な闇が見えおるわ。山根か。大きいぞ。おえ。ほらそこじゃ見えるか。さっさと行かんか。そこが好きだ。ほんだら。おえだ。来るぞ。はよだよ。そして古紙は信長の住む名古屋城へ。さあこちらでございます。
能にございます。織田家当主織田信秀様、戸田御前様、本日はわざわざ末盛の城よりお渡りくだされた。なるほど、噂通りのきれいな姫じゃ。信長殿も果報者ですなあ。信長殿にござりましょうか。いえ、信長が弟織田勘十郎信行でございます。信長殿はそれがその急な使者がありましての、ただいま別の城にの。はああ、やめましょう。兄上は今頃森で相撲を取っているやら、畑で作物を盗んでおるやら。信行、嘘をついても仕方ありますまい。これから生涯を共にされるお方に。それもそうよの大殿まで。申し訳ござりませぬ。すべてこのじいの不徳の致すところ。恥ずかしながらうつけ者と呼ばれる我が息子、濃姫の力でまっとうな城主に育ててやってくだされ。どういうおつもりかの信長殿というお方は。噂以上にうつけ者にございますな。鏡野殿、城内をご案内いたします。はい、では。今日が腰入れと知っておろうに。こなたは大きいぞ、おえ、そこにいた。あの時の。ほう、剣術ができるのか。面白い。来い。来ぬならこちらから行くぞ。なかなかやるの。さすがマムシ殿の娘じゃ。こなたが信長。しかも器量よしじゃ。名は何と言った。のうつけゆえ嫁げと言われてまいったか。それで俺をさせと。面白いの。これから戦おうぞ。俺とこなたとどちらが先に参るか。戦って戦って戦い抜こうぜ。姫様、誰ぞくせ者にございます。よう来たな。おう、今の者はこの城の主、私の夫織田三郎信長殿。ここ清洲城の織田彦五郎信友は信長やその父信秀にとっては本家筋にあたります。
どうじゃうつけ殿のご様子は。嫁をもらって少しはまともになったが。それが相も変わらぬご様子で。今田濃姫の部屋には飯を食いに寄る程度とか。また来る。男女のちぎりもまだであろうと腰元が申しております。うつけはうつけですな。やはり信長に尾張は任せられんぞ。家督相続の件、戸田御前が動いてございます。おお、戸田御前が。我が子ながら呆れまする。平手のじいが幼少の頃から甘やかしすぎたのでしょうな。そうでございますか。こなたから本人に言っていただけぬか。家督相続を放棄して弟信行に譲るようにと。信長殿を支持する者はもはや平手のじいしかおらぬ。信長殿のためにも相続放棄するのが一番なのじゃ。平手様が参られました。もうこれは平手殿。奥方様、何用で。よう、そう、それはその女子同士のたわいもない話を。そうそう、楽しゅうございましたな。それでは。ところで殿は。さあ。濃姫様、先日も申しましたが、殿はこの名古屋城主として今こそしっかりといたさねばならぬ時、今までのように遊び回らぬよう濃姫様からも。鏡の平手殿にお茶を。はい。平手様、大層お怒りのご様子で帰られましたよ。姑からは拝着させよと言われ、じいからは城主らしくさせよと言われ、嫁というものは大変よのう。ノーはおらぬか。はいはい、こちらに。頼みがある。鏡のすずりと筆の用意を。一筆示し参らせ候。次は何と。そうよの。世に女子は星の数ほどあれど、殿、私に何を書かせております？恋文だが。そなたほど我が胸を叩く者なし。我が恋に従わなくば、そなたの子にまで恨みは及び。このある女子に我が思い受け止められたし。岩室殿。岩室殿とはお父上の大殿のそばめでは。そうよ、俺の弟を産んだばかりよ。何をお考えになっております？
どうした岩室、浮かぬ顔して。先ほど信長様からそのような文が。恐ろしゅうて、大殿、私どうすれば。どういうことだこれは。ご覧になりましたか。どうです、脳は文字も美しい。濃姫様が代筆を。こなたら申し訳もござりませぬ。なんでじいが謝る。分かっておりまする。すべてこの平手のじいのせい。そうでござりましょう、お二人とも。殿も濃姫様もこのご縁談が大層ご不満で、それで縁談を取り持ったじいに嫌がらせよ。私はそのような。もうよいじい、あまり笑わせるな。殿、知恵者と謳われるじいとも思えぬ。そんなことしか浮かばぬとは。では何故にこのような文を。わかりませぬか。まだまだですな、親父殿も。何。この謎一つ解けぬようでは、ようやくまとめた尾張もあっという間にまたちりぢりに。殿、お父上様に何ということ。尾張を守りたくば、親父殿、早く謎を解かれよ。腹が減った。なあ、飯じゃ飯。失礼いたします。困った男よ。申し訳もございません。わしはともかく、あれでは家中の者がついてこぬ。柴田権六にも信長の敗着を迫られておる。家督を信行様に譲られようと。権六は分かっておらぬのよ。譲らねば力ずくでこの尾張を奪おうとする。信長とはそういう男ぞ。大殿、家督を譲るか。それとも殺すかだ。大殿、誰ぞ早く。大殿、起きてくださいまし。大殿。父上が。今朝方岩室殿の部屋で倒れられ。やはりこうなったか。バカな親父め。殿、どこへ行かれます。殿。そうであったか。ようやく分かったわ。なぜ殿が恋文などを送ったか。そうか、信秀が死んだか。織田家は反信長派が大半を占めております。葬儀の後はどのような動きが起きてもおかしくはないと。おっ
と腰を入れろ。せい。来い。こうだ。いいか、気を抜くな。戦が近いぞ。この度は急なことで。信長が文を送るのもわからぬでもない。こなたはまだまだ美しい。我が清洲城に来ぬか。岩室殿、直姫様。失礼。信長殿はまだ来ぬのか。いずれ現れますかと。こなたよくもまあそのように落ち着いて。叔父上。わしより遅れてくる者がおるとは驚いた。お市様、どうされました？外で遊びとうございます。お父上様とのお別れが済んだらのうと一緒に遊びましょうかのう。お別れ？この幼い姫こそ信長の末の妹。お父上様はよく眠ってございます。そうですな。よくお休みになっておられる。後に浅井長政に嫁ぎ数奇な運命をたどることになるお市の方でございます。証拠は信行様から始めていただきましょう。いや、殿は必ず参られるゆえ。どうぞご焼香を。平手殿。分かっておる。今しばらく。信行殿、こなたからやりより仕方あるまいの。ようやく。なんと。兄上。これはまたご乱心じゃな。ご乱心召された。若殿はご乱心召されたぞ。若殿。何故あのような格好を。ご苦労。織田三郎信長、焼香いたす。なんと。どうぞ皆々様、焼香をお続けくだされ。お続けくだされ。兄上、なぜあのような振る舞いを。わからぬか。わかりませぬ。それでよい。わからぬように動いておる。
裏をかかねばこちらが書かれるゆえな。それでは家中はまとまりませぬ。ほう、俺と相続を争いたくなったか、信行。私は相続など考えてもおりませぬ。兄上と力を合わせ織田家を守って行きたいと。小さいのう。こなたはまこと小さい。継ぐも継がぬもないわ。尾張一国程度実力で奪う。俺はこの世を己の力で手に入れるゆえな。この世？尾張だ美濃だと。俺が欲しいものはそんな小さい世の話ではない。では何を？言ってもわからん。お前には。葬儀は無事終了してございます。ひねくれ者でございますな、殿は。あれほど父上の身を案じておられたというのに。わかりました。岩室殿への恋文の意味が、若い女子に溺れた暮らしは命を縮める。殿はそう警告されたかった。だからあの文を。それならそうとそのままを言って差し上げればよかったものを。分かったようなことを言うな。すぐそうやって己を隠す殿の癖でございます。何がわかる？わかります。日々の川遊びとて戦のため。早く来るか。水はまだ浅いぞ。いつか美濃に攻め入る時のため、ああして国境の川の流れを、季節ごとの水の深さをお調べに、山歩きは獣道を知るため、若い者らを鍛えるため領内を駆け回り、地形を利用した戦術を練り。もうよい。そして殿は見ておられた。戦で焼かれた村々から立ち上る煙を。闇じゃ。真っ暗な闇が見えおるわ。その下で泣き叫ぶ者らの姿も殿には見えておられた。終わりになさいませ、うつけのふりは。脳はもう騙されませぬ。今日のところは俺の負けか。ええ、そのようかと。その夜から2人は同じ部屋で過ごすようになったのでございます。信長め、岩室殿に以前から惚れておったのであろう。それであれほどまでに大殿を恨みに。そうではござりません。では葬儀でのあの振る舞いをどう釈明される？殿は大殿の死で混乱なされて。やはりご乱心。
家督を継がれるのは無理であろう。いや、しばらく待たれよ。この平手、必ずや殿を立派な織田家の主に。それは織田家の行く末を考えての言葉か？それとも幼少より教育係を務めた信長可愛さの言葉か？信長殿はいずれ切られましょう。あの子とて私がお腹を痛めた子、家臣の手にかかって命を落とすはあまりに哀れ。おりませぬ。この家中に殿を殺し得る者などおりませぬ。濃姫、それより信行様にくれぐれもご注意をと。周りが何を言おうが決して兄上に刃を向けることなきよう。万が一にもそのようなことがあれば私の命が絶える。あの嫁はダメじゃ。所詮は蝮の道さんの娘。夫のために何をすべきかまるで分かっておらん。そうですか。濃姫様がそのようなことを。名古屋城に？よろしければ和子殿と一緒にいらっしゃいませぬか？それは信長殿のご指示で。恋文のことでしたらお忘れください。あれはうつけゆえの悪ふざけ。大殿の愛された岩室殿に手を出そうなどこの脳が許しませぬ。よろしいのですか、本当に。脳も話し相手ができれば楽しゅうございます。清洲城の彦五郎殿が側室にと何度も使いを。まだ大殿の門も開けぬのに困っておりました。男どもは勝手な理屈でいつも何かを奪いたがる。だから我ら女子は知恵を使って奪われぬようにするのです。大事なものを守るのです。濃姫様、ありがとうございます。殿ではどうあっても皆に謝罪はなされませぬか。誰に何を詫びるでござりまするから、葬儀でのお振る舞いでござりまする。くどい。わかり申した。さようならばこれにて失礼つかまつる。平手殿、よろしければこの後お酒でもいかがです？結構。なぜじいを酒になど誘う？暗いお顔を。じいはいつもあんな顔ぞ。耳。はい。こなた、勝手に岩室殿をこの城に連れてきたな。彦五郎殿が狙われておりましたので。これでまた俺が彦五郎に恨まれるわ。
お気になさる殿ではございませんでしょう。平手殿、やはりいつもとご様子が。申し上げます。何事じゃ。ご家老平手正秀様が。拙者が死を不憫におぼしめされるならば、小言の数々何とぞお受け入れなされまするよう。一つ異様なる服装を必ずや改めまするよう。袴なしでのお出かけは無論、お裸などもってのほか。一つ気になる言動お振る舞いも慎まれまするよう。一つひとたび取り決めた約束ごとに関しましては必ずや守られまするよう。平手殿ほどのお方でも殿のお気持ちご理解できませんでしたか？殿が織田家などではない、もっと大きなものを見据えておられることを。バカめ、地位の大バカめ。いえ、ご理解されていたのでありましょうな。だから今わざと殿をお一人にされた。ですが平手殿、ご存知でしたか？高殿がどれほど辞意を慕っておられたか。者、バカ者！ご存知でしたか？ご存知でしたか、平手殿。信長殿は日本一の大将の器。呆れたものよ。唯一の味方であった平手までが愛想を尽かして腹を切ったというのに。これで信長は完全に孤立した。奴に従うのは若い乱暴者ばかりよ。ですが濃姫は日本一と。能も所詮つまらぬ女子であったな。一度抱かれるとな、相手が見えなくなるものだ。あの子は人を見る目を持った子にございますよ。まあよい。会えばおのずとわかることだ。会う？信長殿と？会う。言ってはなりませぬ。マムシの親子は食うか食われるか。子に食われなければ親が食らいます。会見の話か。親父殿が俺を切ると？他に何の目的がございましょう。そんなこともわからぬのですか？ 1000人ほど
家臣をよりすぐれ清掃をしてどこまでも丁重に迎え会見の場で信長を切る。今すぐ断りの使者を。こなた、まだまだ信長という男が分かっておらんの。俺が切られることはないわ。その逆はあるかもしれんがな。楽しみじゃのう会見が。こうして美濃と尾張の国境にある富田の寺で会見が行われました。見事な行列よの。はあ、さすが。いや、斎藤の親方の息は大したもんじゃ。道空、寺に入る前にな、寄り道をするの。参りましたぞ、織田勢が。戦闘はいいみたい。200人おります。戦闘は200か。総勢500というところかの。次は槍でございますな。お、これはおい、300おりましょう。次は鉄砲隊にございまする。なんと300がおるではないか。信長め、あれだけの鉄砲をどうやって。あれが信長殿では。なんじゃあれは。なんという身なんじゃ。墓場すら開かず無礼な。ちょうどよい。切り捨てる理由ができた。やはり濃姫の目は節穴であったわ。鏡の。こなたは美濃に戻ってもよいぞ。私は姫様と命運を共にする覚悟で。ご一緒させていただきます。和子殿は乳母が守ってございます。私は濃姫様と共にこの城を。雪乃、こなたは末盛城へ。ここに至ってまで母上のご指示に従うことはない。斎藤家に内通せぬよう私を見張れと命じられたのであろう。確かにそのような命を受けお仕えしてまいりました。でも今は違います。ただ心より濃姫様と共にありたいと。これだけおれば父上の軍勢にも負ける気はせぬの。信長はわしが切る。織田勢の動きを抑えよ。はっ。
織田の殿にござりまするか。さよう。堀田同空にござりまする。どうぞこちらへ。上総介信長にござる。よう来られた。山城入道道さんでござる。入道殿、濃姫は良い妻にござるよ。ほう。我が身を案じてくれての。マムシの父にくれぐれも食わるるなと。知っておったな。町の外れでわしがお主の行列を見ていることを承知で、あのようなたわけた身なりをわしを油断させるためにか。なぜ恐れぬ。親父殿の殺気はすでに消えておる。確かに日本一の器かもしれんの。この斎藤道さん必要とあらば婿殿のためにいつでも援軍を繰り出そう。その言葉そのまま返します。信長も親父殿のためとあらばいつでも援軍を出しましょうぞ。こなたらのなんじゃその格好は。殿、美濃勢が攻め込んできたら戦うつもりであったか。かつての家臣ばかりであろう。ノーはこの城の女房ですから。こなたというやつは殿、まことに殿じゃ。ご無事で。親父殿も上機嫌で城に帰られたわ。父上も。マムシの道さんがこの信長についたのよ。これで俺の命を狙う者らも簡単には手を出せぬ。悔い合うものと思っておりました。どちらか一人は今日命を落とすとばかり。俺おった。岩室殿、鏡の雪乃、見たか。脳が俺に惚れおった。殿、脳が俺に惚れおったぞ。殿鏡の殿、我らはお邪魔でありますな。はい。二人とも何を申して。殿、ご無事のお帰りおめでとうござりまする。おう。手をお離しくださいませ。殿、勝ったな。我らが勝負。今宵は俺の勝ちじゃ。はい。殿、そろそろ戻りませると。初めてじゃ。随分と人を切ってきたが、こやつに切られてみたいと思う相手に会うたのはこれが初めてじゃ。本場だらけに
斎藤道三が信長についた？いつでも援軍を出すと。信長め、どこまで運のよい？まだ美濃には義達がおります。マムシ殿を憎んでいるというあの噂の息子の義達が。申し上げます。ただいま尾張清洲城の織田彦五郎様より使者が。よし、会おう。はっ。マムシ狩りは息子に任せ、我らは信長殿を倒し、信行殿に家督を相続していただく。信長と違って信行殿は素直で扱いやすいからな。まもなく信行殿。信行様お着きです。当然。はっ。彦五郎殿、お話というのは？今日こそご返答いただきたい。我ら義達殿と手を組み、斎藤道三と信長を追い込む覚悟。これも全てお家のため。このままでは織田家は滅びます。信行殿におかれては織田家を継がれるお覚悟ありやなしや。珍しゅうございますな。能を訪ねてくださるとは。幼い頃この川で兄上に助けられたことが。殿に？兄上と二人魚を追って深みにはまり、救い出されて怒鳴られました。なぜ深追いするかと。大きな鞘であったゆえそう答えると兄上は笑って、あれは鞘ではない、ヤマメであったわと。兄上はいつもそうだ。自分がこうと思い込んだら私の言い分など決して聞かぬ。信行様。私はただ一度でいい、兄上よりも大きな魚を捕らえてみたかった。濃姫様にはお分かりなのでしょうな。兄上が手にしようとしているものが何であるのか。尾張だ美濃だと。俺が欲しいものはそんな小さい世の話ではない。では何を？言ってもわからん。お前には。兄上が私に心の内を語ることはこの先もないのでしょう。信行様は最初からこの能に嘘のない言葉で接してくださいました。お優しい方にございます。優しさなど。貫けば強さになりましょう。どうか貫いてくだされ、そのお優しさ。欲が出たら今一度兄より大きな魚を追いたくなったら。無理でございます。言い切られたな。誰にも無理なのです。殿以外おそらく誰にも。兄上にお伝えください。あれはヤマメではなかった、確かに鞘であったと。信行に会えと？一度兄と弟二人きりでお話を。そんな暇はない。殿。今は清洲城の彦五郎が動きを止めることが先よ。重臣どもは皆あやつについておる。未だ立場をはっきりさせるのは叔父の信光くらいよ。煮え切らぬ男での病弱を理由に会見にも応じぬ。煮え切らぬのではありますまい。一度お見かけしただけですが、なかなかしたたかなお方かと。この竹のようにしなやかな
風にそよぐ竹は頼りなげに見えて強うございます。おのん、城に帰るぞ。わざわざこのようなところに連れてこられるとは。叔父上はどちらにつかれる？信長か清須か。病弱ゆえそのような争いには。ならば叔父上を森山城から追放いたす。何？病弱にて守れぬゆえ本日限り城を召し上げる。それで代わりにどこへ行けと？知らぬ。脳が申しておった。叔父上は竹のように強いお方だと。己の行き先ぐらい己で見つけられよう。森山城召し上げ？兄上が仰せられたのですか？病弱で役に立たぬゆえ追放すると。それはお困りであろう信光殿。何の遠慮もいらぬ。この清須城に入り自由にお過ごしくだされ。いずれ信長と一戦交える覚悟ゆえしばしの間お世話になりまする。信長との一戦、この彦五郎も力をお貸しいたそう。うつけのわざわざ中立だった信光殿を敵に回すとは。やはりあの方の下では織田家はまとまりません。まとまるどころか織田家は潰されてしまいましょう。焦っておられるのか兄上は。道さんを味方につけても織田家中心には信長殿を支持する者はほとんどおりませんからな。おかげで信光殿の兵500が我らの手に入った。信行殿、いよいよ我々は兄上と一戦交えますぞ。重要なのは信長の首ぞ。濃姫は生きて捕らえよ。父さんとの駆け引きに使える。もちろん岩室殿も生きてな。は申し上げます。信光様、明日のご出陣に際し清須の殿ご家老方に一献振る舞われたいと。祝いの酒か？いよいよ信長も首なしとなるか。信光殿、これはなんと。ご自害いただきたい。何？測ったな信光。こなたの言うた通り叔父上は俺の言わんとすることを即座に飲み込みおった。賢い男よ。信行殿はこれからどう動かれるか。彦五郎殿が撃たれ清須城まで落ちるとは。家中にも動揺が広がっております。案ずるな。
義達殿から知らせが来た。いよいよ道三殿を討つため出陣されるそうだ。義達殿が、それは心強い。我々も遅れを取ってはなりませんな。兄上は彦五郎殿を討ったことで慢心されているであろう。ここが動きどころよ。ではもう迷わぬぞ。柴田、林、織田家を守るため私が兄上を討つ。申し上げます。何事じゃ。義達様が謀反を起こされました。義達様はまず病と偽り、弟お二人を鷺山城に呼び出し切り捨てた模様。兄上が騎兵士と孫四郎を。その後大殿が城を出たところを突かれ、道三殿はなぜ城を出た。古くからの家臣が城を守っておりましたゆえ。しかしその者こそが裏切り者でありました。ではお見の方はどこぞ。探せ、探すのだ。お見の方、出てまいられよ。刀をこちらへ。血はつながらずとも、それがしはあなたを母のごとく。騎兵児と孫四郎を切ったのですね。分かってくだされ。美濃を安らかに収めるには父上の血を断たねば。こなたの手には落ちぬ。やめてください。幸せにな。母上。申し上げます。斎藤道三様よりの使者が参りました。すぐ行く。は。小野、こなたも来い。父上は生きておられるのですね。はっ。稲葉山城を引き渡し、ご自身は手勢を連れ崎山城に籠城されました。何のことはない。父と子で城を交換しただけか。それにしては失うた命が多すぎたの。それで父上は何と。このしくじりは取り返せまい。婿殿にこう伝えよ。婿殿の援軍が駆けつけようが駆けつけまいが、この戦は負けだとな。はは。
大うつけめ、援軍をよこすかどうか。どうしたものか。無駄でございます。おの。父上はもう助からぬとご自分の定めを。分かった。舅殿に伝えよ。俺が大軍を率いて駆けつけるとな。ご出陣くださりますので。約束じゃから。はっ。おやめください。父上のために命を危険にさらすのは。うつけにはうつけの仁義がある。殿が出陣されたらここはどうなるのです。主がいないとなれば今度はこの城が攻められます。そんなことは分かっておる。分かっていながら開けるのですか。その間一体誰がこの城を守るという。それを今考えておる。今信長殿の城を守れる者は殿本人しかおりませぬ。俺の城か。何を笑っておられるのです。こなたが面白いことを言うからじゃ。どうじゃ、俺が今何を考えているかわかるか。そうか、脳にもわからぬか。これはいけるかもしれんぞ。どうぞお気をつけて。実は大殿より文を一通。これを。そうか、兄上はやはりマムシ殿の援軍に出るか。信長殿が城を開ければ我らが一気に。信長殿がとんでもないことを言い出しましたぞ。隠居することにした。この城は柴義兼様にお返しいたす。柴家はかつては足利将軍に次ぐ役職を任ぜられた名門。元は尾張の守護職にあったお家である。戦の世でお力を失われたため織田家がお守り申し上げてきたが、昔に戻り尾張をお返しいたす。今日から義兼殿がこの城の主ぞ。義兼殿、尾張を頼みましたぞ。信長の城は攻められても室町時代からの名門柴氏の城を攻めることは信行にも家臣たちにもできないことでした。己このような手を使うとは。どうする。この絶好の機会を逃すのか。ここでじれては我々の負けだ。兄上を討つ機会だぞ。これからまだいくらでもあろう。のう、自害の仕方は知っておるな。いいえ、脳は自害などいたしません。敵を防いで見事切り死にいたしまする。ことによると良い土産を持ち帰れるかもしれん。マムシの親父殿、生きてこの城に。楽しみに待っておる。
姫様、美濃の大殿様から文を預かってございます。父上から？殿様が出陣されたらこの文を姫様に渡すようにと。信長殿の援軍、尾張を立って国境を越えました。よし、我らも長良川に出るぞ。はあ。こうして長良川を挟んで道三と義達、父と息子が対峙したのでございます。申し上げます。義達殿は信長勢を上流へおびき寄せております。なんと両軍とも世も動いておるのか。はあ、信長殿の軍勢を上流へ誘い、こちらとの距離を作り、信長殿と我が軍を分断させる作戦かと。こちらの思うつぼじゃな。うまく誘われ、少しでも我らが軍より離れてくれれば良いですの。織田勢に痛手を負わしては贈り物にならんからの。濃姫、わしはこなたらに婚礼の引き出物を送っておらなんだ。その贈り物をこたびの戦で送ろうと思う。この文をこなたが読むのは、信長殿が危険を冒して出陣した後、舅との約束のため一国を投げ打ち駆けつけた。固い真偽を持つ武将として信長殿は日本中に名を挙げるであろう。止まれこれが第一の贈り物だ。わしは進んで討ち死にする。信長殿の軍兵には傷一つつけず尾張に返す。これが第二の贈り物よ。婿殿がこの意を理解し、わしの死を速やかに引き上げてくれねば、第二の贈り物は渡せぬがのう。父上、わしからの贈り物、婿殿に受け取る器量があるやなしや、メイドから楽しみに見ておるぞ、濃姫よ。申し上げます。信長殿、敵の誘いに乗って上流へ向かったと見えたはおとりにございます。何？信長殿本体はこの先10丁余りのところで川を渡ってございます。急げ、明日に親父殿と合流するぞ。なんと歯のうつけめ、本気で助ける気になりおった。この悪党を。
せるか死なせるか。おかしなものよのう、道具。息子に殺されかけているこのわしを婿殿が命を懸けて助けようとは。道具、少しばかり早めねばならんぞ。己の死に時をな。信長殿、道空殿、大殿よりのことづけを。もう十分でございます。大やつと武将同参ここであり。どうした？斎藤家の家臣はこの程度のものか。おやつ殿、戦はすでに終わってございます。そうじゃ。犬ら、その程度で美濃の国は守れると思うてか。美濃の国を守りたくばもっと強く。そうじゃ。それでよい。バカ者。おやつ殿！わしからの贈り物、婿殿に受け取る器量があるやなしや、メイドから楽しみに見ておるぞ。ご無事で。すまん。親父殿を死なせてしもうた。兄義達とは一戦も交えることなく、一人の兵も失うことなく、なじるがよい。弔い合戦の一つもなしかと。いいえ、それこそ父上が望んだこと。殿は父上からの贈り物を2つ
見事受け取られた。やはり日本一の大将じゃ。久しぶりじゃのう。今日は父上の話を。俺にとっては敵だった。俺の本当の父は時氏こそ兄上の本当の父というその噂、最初に流したのは誰かご存知でしたか？父上です。敵の多い成り上がりの大役と道さんの子というよりは古き家柄時氏の子と言った方が皆の尊敬を得やすかろうと。何？兄上が美濃を治めやすいようにと。まさか譲るつもりだったのですよ、美濃を兄上に。嘘を申せ！いいえ、ここに書いてありました。最後に兄上のことが。婿殿と違ってあやつはわしの贈り物に気づくことはできなんだ。仕方あるまい。代わりにわしの首をくれてやろう。我が息子義達に。バカ者。我が息子義達。兄上、脳の最後の願いをお聞きくださりませ。信長殿と戦を交えてはなりませぬ。黙って美濃を渡せと申すか？私は大切な父上と母上を兄上に奪われました。この上兄上まで奪われたくはないのです。俺が勝つとは思わんのか？どうかこの願いお忘れくださいますな。今でも兄上は脳にとって大切な兄上なのです。兄上に会ってまいりました。いずれ美濃はおのずと落ちましょう。寂しくはないのか？斎藤家がなくなるかもしれんのだぞ。この世はどのみち寂しいことだらけにございます。寂しいことだらけ。そうかもしれんの。信行の手の者が俺を付け狙ってるそうだ。
会えぬのか。殿は今上の部屋にてご静養を。ならば襲撃されて瀕死の状態というのはまことか。私の口からは今は何も。母上によれば濃姫は今にも泣き出しそうな顔であったそうな。刺客も馬上から転落する信長殿を見ております。頭から血を流しておったとか。ここ10日ほど誰も信長殿の姿は見てはおらぬゆえ、瀕死の噂はまことかと。よし、使者を立てよ。兄上のご病気がまことであれば終わりの一大事。弟としても見舞わねばならぬと。濃姫様が受けられましょうか。俺と母上二人が見舞いたいと言えば濃姫とて断ることはできまい。それと柴田、随行する者はお前が選べ。剣の腕の立つ者をな。母上には何も言うな。適当なところで席を外させる。お前たちが兄上の家臣を足止めする間に俺が兄を切る。兄上は上にお一人で。殿は信行様と二人きりでお会いしたいと仰せに。何を言う。わらわも。いえ、母上は下の部屋でお待ちください。信行殿。柴田、お前は母上のおそばに。ではこちらに。行くぞ続き。やはりわらわも上に参ろうかのう。信長殿と信行殿二人と話すのも久しぶりゆえ。なりませぬ。上には行かれぬ方が母上様のため。それはどういう意味じゃ。母上様にはお願いしましたはず。
信行様に決して兄に刃を向けぬよう説いてくだされと。信行はそのようなことは。いえ、されているのです。今も兄を殺そうとなさっておられる。兄上、母上様がご存じないだけ。柴田殿、まさか。おかしろ！織田信長が家臣、運ぶ半座主君の命により解釈いたしまする。ご自害くだされ。柴田殿をここに残すは殿のご判断。何？こなたの力、殿は買っておられる。無駄に死なせたくはないとの仰せ。このわしに信長様のために働けと申すのか？殿のためではない。織田家のためでもなく、尾張のためでもない。では何の？民のためです。戦で村を、家を、田畑を焼かれ、立ち上る煙の下、逃げ惑い続けている名もない民たちのため。罠だったのじゃな。瀕死の噂もすべてあのような優しい子を絶対にさせぬぞ。私は間違っておりました。信行様に申し上げたことがございます。そのお優しさ貫きくださいませと。甘かったのです。私も優しすぎたがゆえに信行様は家臣の願いを聞き入れ、兄上の命を狙われた。優しすぎたがゆえに織田家を守ろうと。家を守るは当然であろう。そうして皆己の一族、家臣のためによかれと思い、他国に攻め入り戦を始めるのです。欲や憎しみだけが戦のもととは限りませぬ。優しさなどいらぬと申すか。信行様は優しすぎた。ですから捨てたのです。殿も私も鬼になろうと決めたのです。ご自害を。助太刀よ。今日は母上様の子が一人死なねばならぬ日でありました。子のない私に母
母上様のお気持ち汲み取ることはできますまい。それでもとてもいとうございます。鬼の胸も今はいとうてたまりませぬ。冷めてしまった。そうか。ご苦労。お体に障ります。中に入りませぬか。お寒うございましょう。黄泉の国はもっと寒かろう。信行は幼い頃から泳ぎが得意での。それが一度だけ大きなヤマメを深追いして溺れたことが。いえ、ヤマメではないハヤであったと信行様が。確かに早であったと。信行め、そのような話をこなたに。この世はマムシだらけにございます。子が親を、兄が弟を食い殺す。殿の手でマムシの生きられぬ世にしてくださりませ。当たり前のように子が親を敬い、兄が弟を思える、そんな世に、戦の煙の立たぬ世に。そのためには強くならねば。日本一強く、冷酷に。マムシの娘がこれ以上冷酷になれというか。信行を殺した俺にまだ足りませぬ。どうしようもなく疲れ果てた時には、この脳が楽にして差し上げます。
父より受けたこの刀で殿のお首切って差し上げまする。こなたには勝てぬ。ようやくお気づきになられましたか。参るぞ。心は共に地の果てまでも。ここから天下統一の道が始まったのでございます。